の世界に年の概念があろうとなかろうと、今年も来年も毎年楽しく過ごせるように、崩壊スターレイル年末特別番組へようこそ。皆さんおなじみミスターフクロウだ。開拓者の皆さんこんばんは。今日は2024年の最後の日。数時間後には2025年がやってくるぞ。この特別な日に列車組の声を担当する声優さんたちから皆さんにお伝えしたいことがあるそうだ。まずは自己紹介をしていただこう。やっと来た。ほらカップケーキ持ってきたよ。この後の運動サボっちゃうけど、うちとあんたの秘密にしといてよね。開拓者の皆さんこんばんは。美月なのかの声を担当している小倉優衣です。2024年の締めくくりに同じ時間を過ごせることをとても嬉しく思っています。皆さんは年越しそばを食べる派ですか？私はお蕎麦が大好きなので、毎年家族と一緒に年越しそばを食べているんですけど、やっぱり年越しそばを食べると、今年も1年が終わるんだなぁと感じることができます。皆さんもぜひ今年は一緒に年越しそばを食べましょう。今夜は遅くまで起きてないといけないし、コーヒーでも飲まない？安心して、今日はパムに入れてもらったから。開拓者の皆さんこんばんは。声優の田中理恵です。本作では姫子の声を担当させていただいております。皆さんのこれまでのご支援に心より感謝しております。2025年も引き続きゲーム内での姫子の活躍にご注目ください。インスピレーションはいつも夜にやってくる。今夜は特にいいアイデアがたくさん湧きそうだ。開拓者の皆さんこんばんは。声優の細谷義正です。本作ではですね、ベルトを演じさせていただいております。皆さんと一緒に数々の冒険が経験できて大変嬉しいです。2025年もですね、ぜひ一緒に楽しんでいきましょう。開拓者の皆さんこんばんは。パム役の声優の長澤美希です。なに？花火なんかあげたらまた車両がめちゃくちゃになってしまうではないか。仕方がないの。終わったら一緒に片付けるんじゃぞ。ゲームの中で皆さんがパムと楽しそうに話しているのを見ていると、私もなんだか楽しい気持ちになります。来年も時々は列車に帰ってパムに会いに来てくださいね。今日見たものをアーカイブに残すのはやめておこう。お前は何も心配せずに思い切り楽しめばいい。皆さんこんばんは。炭鉱の声を担当している伊藤健人です。こうして皆さんに2025年のお祝いをお届けできることを嬉しく思っています。そういえば今年列車は新たに一時的な乗客としてサンデーさんとブラックスワンさんの2人を迎えたそうだね。車掌さんはきっと喜んでいたんじゃないか。そうですね。パムって跳躍が終わってみんなが列車を降りるたびにどこか寂しい気持ちになっていた気がするんですよね。だから新しい仲間が増えたことをこっそり喜んでいるはずですよ。実は今日はそんな2人を演じる声優のお二方にもスタジオに来てもらっているんだ。皆さん大きな拍手を。1年間お疲れ様でした。今日という日は羽を休めてゆっくりお過ごしください。開拓者の皆さんこんばんは。サンデーの声を担当しております声優の大塚武雄です。今日の年末特別番組に出演することができてとても嬉しいです。来年も引き続き皆さんどうぞよろしくお願いいたします。一曲踊りましょう。曲はそうね、あなたが心の中で歌っている旋律でどうかしら。開拓者の皆さんこんばんは。長畑ひとみです。本作ではブラックスワンの声を担当させていただいております。今日の特別番組で皆さんと楽しい年末年始を過ごせたら嬉しいです。そういえば炭鉱はアーカイブを管理しているじゃないですか。その中に全宇宙のあらゆるお祝いの言葉が入った隠しファイルってありませんか？もし本当にあるなら見せてもらって、今日のような年末年始の挨拶に役立てたら面白いかと思いますけど、どうですか？私たちから見たキャラクター。なのかは元気いっぱいな女の子です。なのかを演じていると知らず知らずのうちに私も元気をもらって思わず楽しくなっちゃいます。皆さんにもその元気パワーが伝わっていたら嬉しいですね。
今年の開拓の旅ではナノカの責任感の強い一面だったりたくましい一面も見られたと思います。これからのナノカがどんな活躍をするのかぜひお楽しみに。つまり2025年にも美月さんの活躍が見られるのだな。はい、とても重要な役割を果たすんですよ。活躍といえば今回は無事にオンパロスに到着できるんだろうか。列車はよく予想外の場所に跳躍してしまうと聞いたことが。それはおっとあまり気負わないでくれ。年末だしせっかくだから未来についてざっくばらんに話そうと思っただけなんだ。今までの経験から決して台本に書いてあることではなく、あくまで個人的な予想ですけど、来年も列車の跳躍には何があってもおかしくないと思います。長澤さんもパムもすっかり肝が据わっているようで。そうですね。パムは見た目こそ幼くて可愛く見えますが、実は豊かな内面を持っています。これまで多くの人との別れを経験し、大切な人々を見送ってきました。それでも過去にとらわれることなく勇気を持って前へ進んでいます。自分らしく仲間を大事にして列車の日常を守り続けているんです。そんなパムはとても芯の強いキャラクターだと思います。安心してください。しばらくは誰も離れませんから。あ、今のって言っても大丈夫ですかね。さてここで一時乗車することになった新たな乗客を演じるお二人にはそれぞれの乗客への感想を聞かせてもらえないだろうか。まずはサンデーについて大塚さんからどうぞ。はい、サンデーはですね、世界への慈悲の心だったりとか家族への愛情だったりとか昔から持ち続けている一方でですね、自分に非常に厳しい人ですね。それまで執着していた考えが間違っていたかもしれないっていうことに気づくと、そのことを素直に受け入れて自分探しの旅に出るっていう、そういった一面もあります。やっぱり強い精神力っていうのは、持っている人ですし、とても芯のある人なので、だからこそ、こういう自分探しの旅っていうことに、出ることもできたのかなと思います。列車に乗ったことで少しでも肩の力を抜ければいいんだが。そうですね。皆さんサンデーを引き続きどうぞよろしくお願いします。ナバタメさんにとってブラックスワンはどんな風に映っているのだろうか。白鳥は白いという常識を覆すような黒い白鳥ことブラックスワンなんですけれども、きっとこれからも皆さんの予想を上回ることをするんじゃないかなと思っております。占い師なのでね、列車の中で占ったりすることもあるんじゃないかなと。まだまだね、謎の多い彼女なんですけれども、好きでいてくれたら嬉しいです。面白い事情を抱えた乗客が急に増えたんだな。ちょっといいですか。初めてベルトを演じた時から気になっていたんですけど、ベルトの必殺技ボイスが星が砕け散る様を見るがいいで、姫子のキャラクター PV が星を追うものなんですよね。で、そこから想像したことがあって、最初はロマンチックなドラマのワンシーンみたいにヒロイン役の姫子が星を追いかけているんですね。でも星に手が届きそうになった瞬間にベルトが現れて、その星をね粉々にしてしまうという、もちろん彼は星を追いかける人がいたことを知らなかっただけなんですけどね、ちょっとあれはねっていうね。そんなのダメですよ。皆さんも姫子のささやかな夢を壊さないように見守っていてくださいね。列車が無事に走れているのは青函高校動力学の研究者である姫子が最初に列車を修理して毎日メンテナンスしているおかげなんですからね。私は姫子の優しくて落ち着いた雰囲気がとっても好きですし、戦闘中に短分子チェーンソーで敵をボッコボコにするギャップも素敵だと思っています。私としては
姫子さんが先輩として乗客の一人一人をさりげなく気にかけるところが特に印象的だな。例えば科目でコミュニケーションが得意そうではない炭鉱さんのために必要な情報を集めてあげるところなんかは温かみが感じられる。確かに炭鉱は口数少ないんですけど、彼は言葉選びに慎重なところがあるのでね、そういうところが大きいと思います。演じていて気づくことなんですけれども、彼はね、いつも慎重に考えた言葉を発していて、つい口をついて出たっていうことが全然ないんですよね。そこら辺が美月との対比にもなってて面白いバランスだなって思ってるんですけれども、あとはジンに長年追われていたりね、同年代の他の子よりも大人びているっていうのは確かだと思います。彼が今列車の中で安心して眠れるようになったことはもうとても幸せなことだなと思います。そして最後は私から見たミスターフクロウだが、あれ、フクロウさんの分もあるんですか？何を言う、フクロウも人気キャラだぞ。みんなの年末年始の過ごし方。パムは大晦日に大掃除の仕上げを徹底的にやっていると思います。年末のね大掃除は間違いなくパムが一番ね気合を入れるところでしょうから。なのかの性格なら朝から元気いっぱいに手伝いに行っちゃいそうですよね。ああいう風にね、家族を大切にするキャラクターに限ってね、あんなね。それで大掃除以外には何を？あれですよ、ベルトはね元旦に絶対にみんなにねお年玉を渡すつもりでいますよ。彼は絶対。姫子も同じことをしますよ。あと元日にはみんなのために新年1杯目のコーヒーを入れて泥のお面を返上したいと思っているはずです。車掌さんが用意したおせち料理の隣にコーヒーを添えてセットドリンクみたいにバレないように出すんじゃないかなと。ここで言ってしまったら番組を見た開拓者にバレてしまうんじゃないか。それで他の皆さんの予定は？炭鉱はみんなへの日頃の感謝の気持ちですとか新年のお祝いを年賀状にちゃんと書いて、でしかも元日に手元に届くようにもうしっかり手配していると思います。サンデーはですね、まだ自分探しの途中なのでですね、一人静かに自分の気持ちの整理をしていたりするんじゃないでしょうか。本当に一人でやっぱり考えすぎてしまったりっていうねところもあるので、なんかちょっと行っててね、誰にも見つからない場所でそうやって一人でいるのかって、思うとちょっとね、心配になってきますね。誰かそばにいてあげてください。列車組もね彼を放っておかないと思いますよ。だから今年は安心しましょうね。きっと一緒に賑やかな新年を祝うに違いないなと私は思いますよ。引っ込み思案な人こそ列車組と一緒に賑やかな生活を送ってみるべきだ。最後にブラックスワンさんの予定も聞かせてくれないか？みんなの記憶に興味があるブラックスワンなので、年末年始を列車で過ごせたらいろいろな美しい思い出を集められて楽しんでくれるんじゃないかなと思います。なんといっても列車には用心棒の炭鉱さんがいる。列車を離れてブラブラしているとまた黄泉に遭遇するかもしれないから気をつけないと。教えて2025年の大活躍。開拓者の皆さんに最高の体験をお届けするために2025年の新たなストーリーのボイス収録はすでに始まっている。声優の皆さんも次のステージでのセリフを前もって知っているはずだ。そこで2025年にキャラクターたちがどんな活躍を見せてくれるのか少しだけ教えてくれないだろうか。いいですよ。7日は新しい1年で例えばやなどをしますよ。おお、開拓者と列車組のメンバーはしてそれからとおことになるんですね。なんとそんなことが。私が知る限り姫子はですね。本当か？炭鉱はというといつも通りアーカイブのデータ記録に勤しむほかもうしています。日常あり非日常もありだな。2025年にはパ
パムがみんなを引き連れてに跳躍します。おお、それはすごい。私も行ってみたくなったぞ。なんて何事もそんなうまくいくわけないとは思いますけどね。2025年にサンデーがやるべき何よりも大事なことは、おやおや、これはブラックスワンは今までと比べて大きなにますおお、2025年はまだか。もう待ちきれないぞ。開拓者さんへ新年のご挨拶。もうすぐ2025年ですね。開拓者の皆さん、そして皆さんのご家族やご友人も来たる新しい一年を幸せに過ごせることを願っています。どんな未来でも列車組のみんながずっとそばにいますよ。皆さんの願いがすべて叶えられますように。来年もどうぞよろしくお願いいたします。開拓者の皆さんにとって2025年が素晴らしい1年になりますように、笑顔の多い1年になることを願っております。開拓者の皆様の2025年が希望と幸せに満ちた1年になりますように。そして皆様のすべての願いが実を結ぶよう願っています。2025年がスタートするわけですけれども、開拓者の皆さんのお仕事や学業ですね、こちらを、成功をお祈りしています。日本ですとね、受験だとか新生活の準備っていうのが年明け早々やってくるので、イベントごとがね、成人式もありますしね、いろいろ背筋が伸びるぞ伸ばすぞっていうイベントごとが立て続けに起こると思うんですけれども、そんな皆さんの健やかな楽しい毎日を過ごせますように祈っております。開拓者の皆さんが迎える新しい年にたくさんの収穫があり、さまざまな出会いに恵まれた素敵な一年になることを願っています。私も大掃除を頑張ってキラキラのピカピカの部屋で過ごせている予定です。2025年がもう間もなくやってきますね。来年も引き続き崩壊スターレイルとサンデーをどうぞよろしくお願いいたします。開拓者さんの皆さんの旅が良きものでありますように。開拓者さんの皆さんの新しい一年が世界中の美しい記憶や美味しいものの記憶で溢れますように。お互いにキラキラした毎日を過ごしましょうね。それでは声優の皆さんに再び感謝を。今日の年末特別番組はこれにて終了するとしよう。あれ、さっきから気になっていたんだが、どうして席が一つだけ空いているんだ。開拓者さん待ってますよ。良いお年を。今年最後の退勤だ。人がいなくなったスタジオはちょっぴり寂しいな。窓の外？2025年請求列車はオンパロスに赴く。ゲストたちがどんな思いでいるのか見てみよう。1問目、これから始まるオンパロスの旅に向けて皆さんはどんな準備をしたかな。2問目、オンパロスの治安はどうだと思う。3問目、オンパロスの旅で期待していることは。さて最後の質問だ。昼夜逆転したら何がしたい？